今回は市民の皆さんに峰秋吉台ジオパークを知っていただくための第2弾をお送りします。今回のテーマは大峰丹田です。大峰丹田についてジオガイドの楢崎さんにご紹介していただきたいと思います。楢崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私たちが今来ているのは峰市歴史民俗資料館なんですけれども、ここはどういった展示があるんでしょうか。ですね、大峰丹田は明治の初めから約100年間掘られた丹田なんですね。その丹田の様子を100年間のいろいろな写真とか、あるいは行動の模型とか道具とか、そういったもので分かりやすく展示してあります。はい、大峰丹田のこの歴史が分かる場所なんですね。そうですね。じゃあ、実際の現地の方でまたいろんなことをご紹介していただきたいんですけれども、よろしくお願いします。そうですね。大峰丹田が始まったと言われるよう、そんな場所に行ってみましょうか。最初は、大峰町麦川にやってきました。楢崎さん、ここが大峰丹田の始まりの場所なんですか。そうなんです。大峰丹田はここがあるから発展することができたんです。どういった場所なんでしょう。実はですね、あちらを見てください。あっちに今新しい道路がありますね。はい、あの道路に実は鉄道が走ってたんです。はい、でその鉄道がこちらに来て、この広い構内で石炭を積むことができたんです。ここはもともと駅があった場所なんですね。そうなんですね。大峰駅という駅なんですが、この駅があることによって発展したというのは、石炭ってとても重いんですね。石炭を運び出すことができて初めて商品になるわけなんですね。この鉄道を作ったのが、1904年から5年、わずか1年間の間に大突貫工事をしてこの大峰線を作ったんです。この大峰線が今の峰線につながっていたわけなんですね。というよりも、朝駅からここまで大峰線を引いたんですね。そして大峰線を引いた後に今の南大峰駅、以前は伊佐駅って言ってたんですけど、伊佐駅からもう一つの重いものを出すために現在の峰市とか重安とかの方に峰線を伸ばしていったんです。じゃあこちらの線路の方が先、はい、ということなんです。まずこっちができてあっちができたということになります。はい。でここには大峰駅があったということなんですけれども、その場所に今こういうモニュメントが立ってますけれども、このモニュメントはどういったものなんですか。これをちょっと見ていただけますかね。はい、この尖ってる下にあるものが怒り、この花は五弁の桜ですね。はい、怒りに桜というのは旧日本海軍の象徴なんですね。はい、歌にも歌われてるんですけどね、若い人は知りませんでしょうか。でなぜこの海軍のこの印がここにこうあるんですか。というのはですね、海軍がその大峰の石炭を非常に大事にしたからなんですね。大峰の石炭の特徴というのは煙が出ないんです。はい、煙が出ないと海軍にはとてもありがたいんですね。これはボートですけど、軍艦のつもりになっていただいて、軍艦から煙がこう出てますと、水平線の彼方にパッと見えちゃうんですね。はい、水平線の彼方に煙が出てないと見えない、こういうことがあるんで、日本海軍は大峰の石炭で、軍艦を動かそう、そのためにはどうしても早く入れたいということで、日露戦争の頃にこの大峰線を作ったんです。大峰線ができて海軍がここに来ることになって、だいたいその石炭の採集量が10倍ぐらいになりました。そのくらい画期的な出来事だったんですね。じゃあもう大峰丹田というのは国にとってもとても重要な場所だったんですね。そうですね。海軍の直営の丹田ということになります。はい、それではその海軍が掘ってた時代の坑口がまだ残ってます。そこを見に行きましょうか。はい、それでは行きましょう。楢崎さん、ここが先ほど言われていた海軍が掘っていた坑口になるんですか。そうです。これが海軍が掘っていた荒川水平坑の入り口です。はい、坑口入り口見ますと、先ほど旧大峰駅のところで見たモニュメントと同じ石が真ん中にありますけれども、あれは何なんでしょうか。そうですね。入り口を作る石を積むときに、一番上の高いところに名前を書いておく石をキーストーンっていうんですね。はい。ここは荒川水平坑なので荒川坑と書いてあるんですね。そうですね。はい。先ほどのキーストーンがここにあったわけではない。ではないんですね。
荒川水平港というのは実は海軍が買収した港口で、それ以前から使われてたんですね。でキーストーンは、海軍が買収してから掘り始めた現在の桃の木にあるいくつかの坑道の入り口にあったものです。2つあったと言われてるんですが、そのうち1つが今あそこに飾られています。そういうことなんですね。先ほどから荒川水平港というふうに言われてますけれども、ここに書いてあるのは荒川港とありますよね。坑道には他にも種類があるんですか？そうですね。これはこの番組の後編でもご紹介するつもりなんですが、昭和初期になって2つの車溝斜めにまず地下の奥の方へ入っていく、そういう港口が主な港口になったんですね。それに対して水平港という言葉がその後から出てきたみたいです。じゃあ本当の初期の頃の大峰丹田のこの遺物というか遺跡という形になるんですかね。そうですね。港口そのものは何度も変わってると思うんですが、荒川港というのは、海軍が所有する前から掘られていました。海軍の前の持ち主は渋沢栄一が社長だった会社、今NHK の大河ドラマでやってますね。渋沢栄一が社長だった長門無縁という会社の所有物だったと言われています。そういったいろいろな歴史があるんですね。そうですね。渋沢栄一とか浅野総一郎とかが大峰丹田に来てたのは、10年足らずなんですけども、非常に注目を集めていた新しい炭鉱だったんですね。そうした評判というかそういうのもあって後々海軍にっていうような形なんでしょうか。評判よりも何よりも無塩炭が出る、無塩炭がある程度固まって出るっていうのは日本ではここだけなんで、評判よりも何よりもそういう実利的なことで海軍は注目したんだと思います。はい。で今ここ港口の入り口がフェンスが開いてますけれども、ここは入ることができるんですか？ここはですね、私どもガイドと一緒ではないと入れない。で、今私どもが立ってる場所そのものも私有地、会社の構内なんで、これもその会社の許可を得るにはやっぱり私どものガイドの同行が必要ということになります。ということは今日は楢崎さんいらっしゃいますので入ることができるんでしょうか？そうですね。それでは入ってみましょうか。はい。楢崎さん、坑道の中はレンガなんですね。そうですね。立派な赤レンガですね。この坑道を作った頃、多分明治40年ぐらいだと思うんですけども、赤レンガっていうのは文明の象徴のようなもんだったんですね。海軍が威信をかけたんですが、ちょうど下関の旧英国領事館が建ったのがちょうど同じ頃で、それもやっぱり赤レンガですね。で海軍の威信をかけたのは赤レンガだけではなくていろいろなものを新たに持ち込みました。はい、一番大きいものはここで電気を使ったってことなんですね。はい、今は電気があるのは当たり前なんですが、その頃というのはまだ市民はあんどんとかろうそくとかそういったものを使ってた時代に、構内のほとんどの作業を電気でするようになったんですね。海軍は軍艦の中で電気を起こして、電気を使うという技術を持ってましたから、それをこの山に持ち込んだと言われています。だから持ち込んだものはそういう技術であると同時に、その鉄道会社のお偉いさんとか海軍のお偉いさんとか、いわばその都会の、その当時の都会ですが、都会の最新の文化人が峰の山の奥へ入ってきたと言われています。かなりショック、カルチャーショックだったみたいですね。じゃあその炭鉱で働く人たちっていうのはその最先端の文明の電気だったり、赤レンガだったりそういうのに触れながら仕事をしてたっていうような感じなんですね。働いてる実際の人はいわば請け負いでの人が地域のいわば炭鉱夫の方を集めてやってるわけで、そんなに最先端ではないんですが、技師の方とか駅の駅長さんとか、そういったところに
いわばよそから来た人がいたみたいですね。今見える範囲で、一番目につくのはこの赤レンガなんですけど、それ以外にも炭鉱として機能していた時に、使われていた道具ですとか痕跡が坑道の中で見られますね。そうですね。この札がその炭鉱の労働働き方というのを割と象徴的に表しているような気がしますね。はい。これはどういったものなんでしょう。炭鉱というのは掘る人とそれを後ろに運ぶ人、何人かでチームを作るんですね。そのチームがどれだけ掘り出したか、いわば出来高制で、報酬給与が支払われたわけですね。ですから誰が掘ったか分かるように各グループに特定の札がついてて、その札を乗せて上に上げてきたと。そうすると上にある人がなんとかさんのグループは今日はその何トン掘ったというふうに分かって、それに対してお金を払ったというふうなことに、そういうふうなことがこれ見ると分かりますね。そうですね。よく見るとこの板に開いてる穴の数が違ったりとかしてますね。そうですね。5だったり3だったり8だったりっていう、はい、ですから多分トランプの模様みたいなとこがありますけども、そういうふうにして区別したんだと思いますね。はい。一番象徴的なこの札、それ以外にも今ちょっとここ見える範囲でそうですね、機械が見えますけれども、この貨車というのは、はい、ああやって上に持ち上げるって下ろすことができるっていうんで、これはかなり新しい貨車のような、単車っていうんですかね、炭を積むんで単車のような気がしますね。ただここにある線路というのはかなり昔からありました。その当時は手で押してたのか、あるいはそのロープをつけて引っ張ってたのか、まだその機関車が実装される前ですけども、それでそのここから運び出して、そして、ごく最初の頃は今言ったロープを使って車を引っ張ったり下ろしたりするようなもので、大峰の駅の方へ運んでいったみたいですね。じゃあここの水平ここが坑口ということなので、ちょっと今はないですけれども、この周りにその炭鉱に関するものもあったということですよね。そうですね。ここから線路がずっと向こうへ続いてて、右側の方にホッパーという石炭を積んでおいてパカッと開いてざっと落とすという、割とそういう貨車に積むための装置がありました。その写真も残ってますし、現在もそのホッパーの基礎となっているコンクリートの土台だけ残っています。そうなんですね。でこの坑道なんですけれども、今見える範囲で奥がちょっと塞がってるような感じなんですけれども、実際この入り口から、あそこの奥までだいたいどのぐらい、20メートルくらいですかね。で鉱山法のルールで閉山すると坑口閉めなきゃいけないということになってるんですね。で何年か前にここを少し調査があったんですが、その時は何百メートルかは奥がまで行けたというふうに書いてあります。私自身はあそこまでしか行ったことはありませんけれども、ここは、入り口からおよそ20メートル先で、封鎖されているということですけれども、通常の坑口っていうのはやはり辺り、先ほど言われた車高っていうのもあるって言われたから、大体この入り口すぐでも封鎖しているような感じになるんですかね。そうですね。中から水が出てくる、そういうところは水が出る口が多少開けてありますが、それ以外のものは人や物が入らないように、ゴミ捨て場にならないように入り口で封鎖するというのが原則みたいですね。じゃあもう本当にここは水平溝ということもあって、特別というか、なかなか見ることができない場所ということでいいんですかね。そうですね。校内に多少でも入れる場所っていうのは本当に珍しいと思いますね。楢崎さん、立派な坑口でしたね。そうですね。今でも立派に見えるんですから、当時はすごかったでしょうね。海軍による採掘っていうのは長かったんですか？実はそんなに長くなかったんですね。日露戦争に勝つことによって、海外の石炭も割と楽に入ってくるようになりましたし、何よりも軍艦の燃料が重油に変わっていったんですね。ですから20年くらい経つと、ほとんど用済みの形で民間に払い下げられてしまいました。ではまた別の会社が
採掘を始めるというような感じになるんですか？そうですね。大峰炭田は別の会社が、産業面という会社がに引き継がれていくわけなんですけども、その当時海軍の時代が終わった後もここの石炭が無煙炭なんで、煙とか匂いが出てほしくないっていうそういう需要がやっぱりあるんですね。お菓子を作るとことか蚕さん、絹糸ですね。絹糸を取るための蚕さんとか、あるいは家庭用の燃料とか豆炭とか練炭とかそういうものなんですけど、そういう用途、要するに無煙炭であることを生かして、使われる、そういう用途を確保して、栄えていきます。日本の石炭っていうのはほとんど4000万年とか5000万年とかそのくらいでできた石炭なんですけど、大峰の無煙炭は約2億年、正確に言うと2億3000万年ぐらい前の石炭ですね。美祢市は化石の町というふうにも言われてますけれども、そういう石炭っていうか黒い層からも植物化石とかが出てると思うんですが、その植物化石とかっていうのはその石炭層から出るわけじゃないんですか？石炭があって他の泥岩とか砂岩とかいろいろ代わりばんこ出てくるんですけど、その代わりばんこの泥岩のあたりからたくさんの植物化石が出てきます。動物化石もかなり出てますかね。じゃあいわゆるもう石炭の層、無煙炭の層っていうところから化石は出てこないんですね。ちょっと上ということですね。そういうことなんですね。わかりました。本当にここの化石というのは貴重でして、日本にもこの地層はほとんどないし、世界的に見ても珍しい化石が出てるんですね。ぜひその化石のことを美祢市の歴史民族資料館の高橋さんにお聞きしてみたいと思います。はい。大峰炭田はですね、たくさん石炭が入っていますね。当然その石炭を作った植物ですね、その化石が石炭層の周りの地層からたくさん出てきます。これは皆さんご存知と思いますけれども、岡藤五郎先生が大量にその大峰炭田から植物化石を採集されております。主なものはですね、シダの化石とかイチョウの化石、あるいはトクサの化石、そしてナギという針葉樹に近い植物の化石、などがたくさん出てきます。それと合わせてですね、昆虫の化石もたくさん、最近では見つかってきております。で、その最近のですね、その化石の発見ということになりますと、まずは3年ぐらい前ですかね、ちょっと記者発表しましたけども、デキノドン類という陸上の四つ足の動物の化石が化石採集場から発見されました。これはですね、東アジアでは初の発見ですし、当然日本では一番最初の発見という形になります。そのデキノドン類の牙の化石が見つかっております。それから去年ですけども、昆虫もいろいろな化石見つかってますけども、特にその中で蜂の化石が新種として発表されました。でこういう昆虫の化石の場合ですね、新種といいましてもですね、こういう歯脈というのがあるんです。これが羽なんですけども、この中にありますこの線ですね、この歯脈の状態によって、これまで発見された蜂の仲間なのか、それとは違う種類なのかというのが分かるようになってきてます。で、たまたまこの蜂につきましては全く新しい蜂ということで、新種として名前を付けて報告されております。このようにですね、最近でもいろいろな新しい化石が見つかってはいるんですけども、現在もですね引き続きまして、昆虫の化石の研究、あるいはですね、ディキノドン類の新しい化石の
発見のためにですね、採集場の方で、調査を進めているところであります。高橋さんのお話を聞いて、美祢市では貴重な化石がたくさん出ていることが分かりましたし、これからも出てほしいですね。そうですね。ぜひ期待したいですね。今回は大峰丹田の始まりの頃について教えていただきました。渋沢栄一だとか歴史上の人物の名前も出てきて、新たな発見がありました。今回は前半ということで、初期の頃のお話を聞いたんですけれども、次回はこのまた新しい時代のお話になるんでしょうか。そうですね。大雑把に言いますと、大峰丹田というのは約100年間稼業している丹田なんですね。今回はその前半海軍が活躍してた時代を話したんですけども、次回はその後半、民営になって、戦争の前後、石炭を盛んに掘られた時代のお話をしたいと思います。はい。この時間は美祢秋吉台ジオパークを知ろう大峰丹田前半をお送りしました。名崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。